韓国最新 IT 企業が日本に AI 技術の急速な進化が世界の勢力図を塗り替えようとしている。各国が政策や資金を総動員して競争に参入する中、韓国はこれまで AI 関連の特許出願数や技術者の輩出数で世界のトップランナーとして注目されてきた。韓国の勢いは今後も続くだろうと誰もが思っていたが、今その韓国で異変が起きているという。最先端の開発現場で一体何が起きているのか。一方、かつてデジタル後進国と揶揄された日本、 AI 分野においても存在感を発揮できずにいたはずのこの国が思わぬ分野で静かに強みを見せつつある。しかもそれは単なる技術の話ではない。韓国に一体何があったのか、そして日本にどのような変化が訪れているのか。まずは韓国の AI 事情について見ていこう。躍進する韓国 AI。 AI 技術の急速な進展とともに各国の AI 競争力を測る指標として注目を集めているのがグローバル AI インデックス。英国のメディア企業トータスメディアが毎年発表し、世界各国の AI 能力を実装、イノベーション、投資の3つの観点から評価する。各指標はさらに細分化され、総合スコアとして順位が算出される仕組みだ。2024年のランキングでは、アメリカが圧倒的なスコアで1位を獲得。2位は中国、3位にシンガポールが続いた。韓国は6位に上昇し、日本は11位という結果に。韓国は前回の7位から6位に上昇し、アジアでは中国、シンガポールに次ぐ高評価を獲得。韓国政府の AI 国家戦略に基づく積極的な投資と、サムスンや LG などの大手企業による AI 技術の実用化が、韓国の競争力を支えているという。特に、半導体技術と AI の融合や 5G 技術を活用した AI サービスの展開など、韓国の強みを生かした独自の AI 戦略が走行している。ガバナンス体制や AI の信頼基盤造成、人材育成など、必要な対策を包括的に実施しているところも高ポイントだろう。一方で、日本はイノベーションと投資の分野では、他の先進国に遅れをとっている状況。特に、AI 人材の育成や海外からの人材誘致、政府の積極的投資、スタートアップへの投資環境の整備などが課題として挙げられている。こうした状況に、韓国のネット上では、日本は未だにアナログの国、まだ印鑑やファックスを使ってるのを、技術面で遅れてる、といった声も上がっている。しかしそんなファックスの国に、将来有望な韓国 AI 企業が、続々と逃亡しているという。一体なぜなのか。韓国 IT 企業、日本へ逃亡。今年4月、韓国メディア、韓国経済は、日本が韓国の有望な AI スタートアップをブラックホールのように吸い込んでいる。このままでは資金と人材が韓国から流出しかねない。と警鐘を鳴らした。こうした背景には、日本政府による積極的な AI 産業支援策がある。AI ソフトウェア企業に対しては2032年まで最大 30% 法人税減免を適用し、データセンター建設には最大450億円の補助金を用意。これを受け、米国の巨大 IT 企業が日本への投資を相次いで表明した。Google、マイクロソフト、Amazon Web サービスなどの巨大 IT 企業が、2023年からデータセンターの新設や増設に動き、投資総額は186億ドルに上る。これが、日本がアジアの AI ハブとして注目されるゆえんだ。かつてファックス、印鑑、鍵の国と揶揄されていた日本だが、今やデジタル転換を飛び越えて AI 導入が加速しつつあり、スタートアップの間ではチャンスの地として認識され始めている。この流れに乗り、日本進出を本格化させているのが韓国のスタートアップだ。韓国の AI ユニコーン半導体企業、リベリオンズは初の海外法人を日本に設立。同じく韓国の LLM オールインワンソリューション企業、オルガナイズは米国にあった本社を日本へ移し、上場に向けた準備を進めている。代表のイ・チャンス氏は、
日本は AI 活用に非常に前向き。高齢化による労働力不足が進む中で、導入のスピードは韓国を上回っていると語った。B2B 向け AI を手掛ける韓国 AI 企業、アップステージも日本法人を設立し、パナソニックや AWS 出身の日本人を代表に任命。巨大言語モデルによって文書から正確な情報を抽出し、業務の自動化を支援するドキュメントパースと呼ばれる OCR 技術を武器に日本市場を攻略する構えだ。同社によれば、紙文書中心の業務文化が根強く残る日本では、文書の電子化市場が韓国の10倍規模に達する見込み、業務自動化の波に乗るには最適な市場と言える。一方で、2010年代から日本進出を果たしてきた韓国のインターネットサービス企業、ネイバーやカカオも、新たな事業領域を模索中。ネイバーの日本法人ネイバー J ハブは、旅行アプリ企業ヤノルジャの子会社を約100億ウォンで買収し、日本の外食産業の DX 事業に乗り出した。予約管理やテーブルオーダーといったサービスの提供を計画中だという。また、カカオモビリティも動きを見せた。日本の中小タクシー企業100社が加盟する協会、クロスタクシーと MOU を締結し、スマートタクシーのインフラ構築に向けた業務提携を進めている。このほか、生成 AI 分野のリートンテクノロジーズも、東京に拠点を構えるなど、韓国の AI スタートアップは続々と日本法人の設立を加速。もともと日本は、電子メールよりファックス、カード決済より現金を好む。いわば IT ガラパゴスと称されてきた。しかし、2021年にデジタル庁が新設され、コロナ禍を契機に官民の DX が一気に加速。2023年11月には、2030年までに半導体と AI 分野に10兆円以上を投じる大型投資計画が打ち出された。韓国 IT 業界の関係者は、韓国の市場は飽和状態にある一方、日本は人口規模が大きく、新規ビジネスの余地も豊富と話している。韓国メディアも日本が中心となり、韓国が従属的な立ち位置に置かれつつあると懸念を示す。AI 産業育成における日本政府の支援は極めて大胆。デジタル転換で先行していた韓国が、AI シフトでは出遅れているという指摘もある。韓国のネット上では、研究費を削っておいて何を期待するのか。技術革新に与野党が揃って規制をかけてしまうからだ。といった批判の声が相次いだ。中には全ては指導者選びの失敗だ。政争にしか関心がないこの国の未来は暗い。と嘆くコメントも投稿されている。一方でアナログ日本にビビってどうする。韓国はまだ IT 強国だ。といった楽観的な声も散見された。しかし、すでに楽観的なことを言っている状況ではない。韓国の AI スタートアップが続々と日本に進出していることを背景に、韓国では深刻な AI 人材の不足と AI 人材の国外流出が問題となっている。韓国 AI 人材の国外流出。韓国は AI 特許出願件数で世界4位。人口10万人あたりでは世界1位という圧倒的な実績を誇るが、特許の質を示す AI 特許非引用指数は、8% にとどまり、主要10カ国の平均を下回る。世界的に注目された AI モデルの数も、韓国発はわずか1件に過ぎない。このギャップの背景には、人材不足と人材流出という根本的な問題が存在する。韓国は、AI 人材を海外へと送り出してしまう。準流出国とみなされており、優秀な技術者の国外流出が止まらない状況にあるという。経済協力開発機構が発表したデータによれば、2023年における韓国の1万人あたりの AI 技術保有者の準流出は、マイナス 0.30 人という結果となった。一方、日本は同年プラス 0.54 人と準流入国となり、AI 人材が海外から集まる構造を形成している。米国、英国、ドイツ、カナダなど、AI 先進国では人材の流入が顕著だ。さらに、米国スタンフォード大学やシカゴ大学ポールソン研究所による調査でも、
韓国の大学院課程を修了した AI 人材の約 40% が海外に流出していることが判明。この割合は AI 人材流出国としてはインド、イスラエルに次いで3番目に高い国とされている。その背景には Google、マイクロソフト、メタ、アマゾンといった世界的 IT 企業が提示する破格の年俸と自由な研究環境の存在がある。研究成果を上げやすく、待遇も優遇される海外の環境に人材が向かうのは当然の流れだろう。また、韓国社会の文化的特性も拍車をかけている。家庭よりも結果を重視する韓国では、理工系や基礎科学分野を敬遠する傾向が長年続いており、優秀な学生が医学部に集中し、科学技術分野を志望しなくなっているという。現場を見ると、特に優秀な人材の海外流出や不足減少が深刻だ。ソフトウェア政策研究所が発表した韓国の AI 産業実態報告書によると、 AI の初級・中級人材は市場ニーズに対して過剰に供給されている一方で、高度な専門性を持つ AI 人材は今後も不足が続くと見込まれている。コロナ以降、海外で留学を終えても帰国せず、現地の海外ビッグテックに就職する若者や、最初から海外で起業する、いわゆる国内派海外スタートアップが目に見えて増えつつある。エンジニアを敬遠する社会の風潮や先進国に比べて劣悪な待遇などで、こうした高度専門人材の流出現象はますます深刻化するものとみられる。こうした流出は単に人がいなくなるという問題にとどまらない。人材流出は技術競争力の弱体化につながると言われている。AI 関連産業のノウハウや技術も同時に海外へ持ち出されることで、韓国 AI 産業そのものの競争力低下も避けられないだろう。その影響は特定の産業分野だけではなく、電子、通信、金融、自動車、エンジニアリング、法律、教育、ヘルスケア、国防、公共行政など、AI の応用が広がる分野は多岐にわたり、損失は計り知れない。それだけ AI 人材流出による産業界の潜在的な損失は大きい。一方、日本の IT 業界で働く韓国人は2024年時点で約1万人に上り、IT 業界全体として外国人労働者数も増加傾向にある。若手エンジニアや大学生の間では日本企業への関心が高まり、日本語学習や就職支援サービスの利用も広がっているという。かつては AI 不毛の地と呼ばれた日本だが、近年は様相が一変した。AI スタートアップ、魚 AI は、設立からわずか1年で、ユニコーン企業へと成長。しかもこの企業は、Google 本社出身の外国人起業家2人によって立ち上げられたという点で、注目を集めている。日本政府は AI 人材育成を国家戦略の中核に据えており、国内育成と国外からの誘致の両輪で政策を展開してきた。2020年以降、日本が AI 人材の準流入国に転じた背景には、こうした様々な人材育成や誘致政策制度的な下支えがある。魚 AI が短期間で成功を収めたのも、これらの施策が実を結んだ結果と言える。このままでは、韓国は優秀な AI 人材を次々と海外に送り出すだけの供給国にとどまる恐れがある。AI 競争の最前線から遅れを取り、将来的な技術的主導権を失うリスクも現実味を帯びてきた。一方、ファックスの国とも言われた日本にも、AI 分野で日本らしい強みが存在するという。日本らしい AI 技術、チャット GPT をはじめとする生成 AI の急速な発展において、韓国を含む諸外国が先行していることは紛れもない事実。しかし、日本にも独自の強みが存在し、分野を絞れば、国際競争において十分に戦える余地があるという。日本の AI 領域における優位性はいくつかの分野で際立っている。例えば、予知保全や品質管理を中心とした製造業務系 AI、診断支援や画像解析、創薬支援をはじめとする医療分野の AI 活用、さらには自動倉庫やサービスロボットといった
ロボティクスとの融合技術もその一端を担っている。現場ごとの課題に応じて AI をカスタマイズし、社会実装へとつなげていく総合力も高く評価されている分野の一つだ。NEC、富士通、プリファードネットワークス、日本電産といった企業が、それぞれ独自のアプローチで AI の可能性を拡張しており、日本らしい進化の形がそこに存在している。さらに、日本固有の価値観や文化的背景も、将来的に競争力の源泉になり得るという。人間の思考は身体的な行動に深く根ざしている。つまり、考えることは頭の中の単なる情報処理ではなく、身体的体験と結びついている。こうした見解が、近年では哲学、認知科学、工学といった複数の領域で共通認識となりつつあり、この考え方を AI の開発に応用しようとする流れが広がっている。アメリカの半導体企業 NVIDIA は、ロボットや自動運転車が現実世界の物理法則を理解して、動けるようにするフィジカル AI の開発に注力しており、身体性を伴った AI を追求する一例として注目されている。身体性に深く関わるキーワードの一つが共感だ。人間同士の共感は身体を通して形成されるため、身体を持たない AI との間に共感を抱くことは難しい。だが、人型ロボットのように身体を備えたロボットが普及すれば、動作の記録データを AI に学習させることで、身体的体験を間接的にインプットできるようになる。こうした方法で、AI と人間が感情を通わせ、共同する未来を見据えた動きが進展しているのだ。実はこの分野において、日本企業は独自の技術蓄積を持っている。モーション制御や人間の動作を支援する技術など、身体性に関わる領域に強みを持つ企業が多い。例えば、人を癒して幸せにする、ペットのような家族型ロボット、ラボットを開発した、グルーブ X 社など、身体性に着目したロボットで、人々の共感を生んでいる企業も存在する。経営学者の野中育次郎氏は、欧米の経営が頭脳を起点とした形式値を重視してきたのに対し、日本的経営の強みは、形式値だけでなく、身体性を伴った暗黙知も含めた知の創造を実践してきたことにあると指摘している。日本に古くから根付く察する力や非言語的な調和行動は、形式値では捉えきれない集合値の一種であり、次世代の AI が模倣すべき究極の知とも言えるだろう。次世代 AI システム、シンコアは、日本社会についてこう分析している。言語化されずに共有される価値観、空気を読む能力、非言語的な調和行動。これらは既存の AI 技術では再現が困難であり、今後の技術進化における重要な課題となっている。人間と共感し、共同する AI やロボットの領域で、日本の技術と価値観が新たな創造を生むことに期待が高まっている。韓国は AI 特許出願件数で世界上位にある一方、人材の海外流出が深刻化し、技術の質や実用化に課題を抱えている。特に高度な AI 人材の不足は、産業競争力の低下を招く重大な要因となっており、対策が急務と言えるだろう。一方で日本は、制度的支援と海外人材の積極的な受け入れにより、AI 分野での存在感を強めてきた。製造、医療、ロボティクスなど特定分野における強みに加え、身体性や共感、暗黙知といった日本独自の文化的特性が、新たな AI 価値の創出に結びつきつつある。人と共同する AI の分野では、察する力や非言語的な調和といった、日本特有の知が新たな価値を生み出す可能性もあるだろう。今後は、制度的支援と社会的理解をさらに進めつつ、日本初の AI が共感と創造の軸で世界とどう向き合うかが、問われる段階に来ている。いかがだったでしょうか。ぜひコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。